おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在は冷やしでダブルトップを作って下落かというところで、一昨日は一旦反発はしてきたんですが、結局昨日それをほぼほぼ全戻ししておりますので、このままダブルトップを作って下落していく可能性が高くなってきました。ストキャスティクスはまだ下落余地がありますので、まだ下落する可能性があるというところで、本日は一旦 GMMA 付近、現在 GMMA 付近にあるので、一旦反発はしてますが、ここ下抜けてくる可能性は十分あると思ってます。もちろん本日も GMMA からもうちょっと反発する可能性はあるんですが、一昨日の動きとかここ最近見ていると GMMA がかなり意識されているのがわかりますので、現在は一旦 GMMA にあるので、一度一昨日上昇して昨日下落して本日まだ上昇してくるのか、それとも GMMA を下抜けてくるのかっていうところを見ておきたいです。では4時間足です。4時間足は行ったり来たりと方向感がないですよね。上がって下がって、そしてまた上がって下がってみたいなことを繰り返しております。GMMA の青帯完全に横ばいですので、基本的にはこういう動きですよね。こういうレンジの動きをしがちな相場にはあります。ストキャスティクスは安値圏ですので、昨日は強く下がってきているんですが、本日はちょっと下げ止まっているような動きもしてますので、ここから反発したとするとまた GMMA を挟んで、上がったり下がったりという方向感のない動きをしてきそうですので、その辺は注意が必要ですね。まず今考えられるのが昨日の安値、そして昨日の高値、この辺が意識される。そしてこの黄色のゾーンですね。このあたりも意識されてきますので、その辺をチェックしておくといいと思います。なので、アラート仕掛けるのであればこの辺ですね。昨日の安値、そしてこの黄色のゾーン、そして昨日の高値、そのあたりにアラートを仕掛けておく。そして通知を待っておくと、エントリーのタイミングを測りやすくなります。トレーディングビュー簡単にアラート設定できますし、メールで通知くれますので、その辺の便利機能は活用していくといいと思います。まだご利用でない方は URL を概要欄に貼っておきますので、そちらから無料登録をしてみてください。では1時間足です。1時間足も今言ったここですね。黄色のゾーン、昨日の安値。本日は昨日の安値少し下回ったんですが、そこから反発してきてます。で、ここを下落してもやはり黄色のゾーンは意識されてきますので、この辺での下げ止まりを見ておきたい。そして GMMA の青帯ぐらいまで上昇してくれば、そこからの下落の流れですね。そして昨日高値付近からも下落がイメージできますので、まずは先ほど言ったレンジですよね。昨日の高値、そしてこの一昨日の安値、この黄色のゾーン、その間での大枠でのレンジをイメージしておきたい。そして現在はレンジ下限付近にあるんだっていうところは覚えておいてください。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円も行ったり来たりしてますよね。昨日、一昨日の動きっていうのはここですね。行ったり来たりしてますので、今はレンジを買い足で作っているところ、大きな流れとしては GMMA の青帯で上値を抑えられてますよね。ここもずーっと上値を抑えられているので、下落トレンドで GMMA まで上がってくればそこからのこういう下落がイメージできますので、140円ぐらいまで最終は下がってくるのかなというところですね。では4時間足です。4時間足、こちらも GMMA がちょっと横ばいになってきましたね。今までずーっと下向きで、ここ横ばいで、今ちょっと下向きなのか横ばいなのかっていうところですので、このまま下向きになっていくとまた安値更新をしていくと思いますので、昨日は GMMA を一旦上抜けたんですが、結局直近のこの辺の高値が意識されてそこからの下落になっております。ただ現在はというともう下げ切っている感がありますよね。ストキャスティクスも安値圏ですし、過去何度も反発しているポイントまで下がってきましたので、ここを抜けるにはちょっとエネルギーがいると思いますので、まずは一旦の上昇後のこういう下落をイメージしておきたい。そう考えると本日は調整の動きをしてくるのかなと。このまま下抜けるということも考えられますが、一旦は調整でじわじわと上昇して GMMA が降りてきますので、そこからの再下落という、こういう動きをイメージしておけるとトレードがやりやすいと思います。では1時間足です。こちらもレンジが分かりやすいですよね。昨日の高値っていうのは過去のこの高値でもあります。そしてこの過去の安値、昨日の安値っていうところもありますので、この間でのレンジ、ちょうど今こういう動きをしてきてますよね。と考えるとこういう動きが継続する可能性を考えておいて、そして現在はそのレンジの加減なので本日はちょっと下げ止まっている感がありますので、もちろんここ下抜けると大きく下落していきますので、そこにまたついていけばいいんですが、現在は基本はレンジの中ですので、上がったところから売る。そして現在はレンジ加減付近。そしてレンジを上抜ければ上昇、下抜ければ下落という風に単純に考えておくのがトレードやりやすいと思います。
それでは本日は以上です。現在ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析と週末の限定動画でコツコツと知識を入れられるような内容になっております。FX を基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。こちらも詳細は概要欄に URL を貼っておきますので、一度そちらをご確認ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。